ヤフオクで発掘したジャンク品。大きな緑色の宝石がついた金色の指輪だ。怪しい輝きの金色だけれど、これは本当に金なのか。よく観察してみると、なんと、そこにはまた謎の刻印が。もしかしたら、汚れで見えないのかも。歯ブラシで洗浄してみると、そこには 18K の刻印が。この指輪は 2.8g。もし18金ならざっくり3万円は超える価値があるはず。そう思ってこの指輪を詳しく検査すると、数々の不審な点が。不自然な刻印の謎、比重の違和感、そして緑色の宝石の正体は。最後には、指輪と宝石の価値に迫る査定結果を発表します。ジャンクな動画を最後まで見てね。どうもジャンク鉱山ラボです。今日もヤフオクのジャンクスクラップから発掘したこの金色の指輪、ガチで検証します。この動画でわかることは、1、18K の刻印は本物か、指輪の素材を徹底検証。2、宝石付き指輪の見た目と実際の価値のギャップとは。3、緑の宝石の正体に迫る考察。最後に、スクラップの査定結果を発表します。では早速指輪を拡大してみてみよう。よく見ると少し破損が見られるが、色や構造はいい感じだね。接合部分にローズケ跡のようなものが見える。この金色じゃないローズケ跡は過去にもあったね。ちなみにローとは金属同士を接合するために使われる硫化剤の一種です。黒く変色しているのは金ロウを使ってない疑惑あり。金ロウ高いから銀ロウで嫌みたいな。金だったら黒くはなんないよね。肝心の刻印は。またよくわかんないやつだ。なんとなくKに見えるような、あとKってことか。あとKとは、数字の後にアルファベットのKがつく刻印だ。あとKは経験上注意が必要な刻印だ。でも、これいつもの謎刻印じゃなくて、汚れで見えないのかも。こういうぎっとり系の汚れは、多分いきなり超音波洗浄しても落ちないかも。ということで、バスマジックリンと歯ブラシで徹底的に洗浄するぜ。たっぷりバスマジックリンを歯ブラシにつけて、ゴシゴシ洗うと、汚れが落ちたっぽい。これで刻印がよく見えるようになったはずだ。これって 18K だよね。やったー18金だ。これは、キャバクラ豪遊か。と、ぬか喜びは禁物。過去に何度も煮え湯を飲まされてきたのは、過去の動画を見ればわかることなのです。前回なんてプラチナとか言ってたら見えたからね。なので今回もしっかりと検証する必要があるんだ。まずはこの緑色の石を外そう。爪を外側に起こせば、石は簡単に外れるはずだ。緑の石が取れた。次に、切断して内部を見ます。心なしか硬いんだけど、切断して広げることで、リングを内側から覗くより、はっきりと刻印が見えるようになったね。この刻印は 18K だ。前回もそうだったんだけど、この刻印の外側に、四角がある時と、ない時があるんだけど、一体何なんだろうね。それによく見ると、間違えて打ったような痕跡が。8がずれてるね。でももし8がずれるなら1と K もずれないとおかしいよね。これってもしかして 18K 刻印じゃなくて、8だけ別に打ったのかね。なんか不安な要素でいっぱいです。切断面は特に突っ込みどころがないんですけど、
メッキとかではなさそうだ。じゃあ重さを測ってみよう。何グラムあるかな。おお、2.89 グラムもある。ざっくり18金が1グラム1万2000円だとして、34,680円。マジか、今度こそ豪遊とはいかないまでも、早割りの時間帯でまったりキャバクラか。ちなみに緑色の石は 1.11 グラムか。結構重いんだね。これジャンクスクラックハンターとしては重要なポイントです。貴金属の価値は、特別な場合を除いて、素材の価値、例えば18金 1g あたりの買取価格、かける重さで出します。非常にシンプルなのですが、ここで落とし穴があります。宝石がついている場合は宝石の重さはほとんどの場合、総重量から差し引く必要があります。なぜならついている石の買取価格は素材の価値よりずっと低いからです。なので石が重ければ重いほど、総重量から差し引かなければいけないので、パッと見重そうでも実は金の部分が軽いよとなって、はじめに自分が思ってたより安い査定結果になってしまうんです。1を飛ばしてしまいましたが、2、宝石付き指輪の見た目と実際の価値のギャップとは、石の査定は安いから発生する、です。では、そもそもこれが本当に金なのか検証していくね。まずは試金石の検査。ここに削ってみて削り跡を見るよ。あれ、なんか随分黄色い感じがする。まさかまた亜鉛合金とか真鍮とかなのか。とりあえずテスターをつけて検査してみよう。ビビりながら。おお、やったー消えないね。今度は直接つけてみよう。特に反応はないね。これで、この素材が金であることが非常に高いことが証明された。でも問題は非にだよね。本当に18金なのかね。ということで過去に作成した自作金貨と比べてみよう。これは砂金のようなものを溶かして作った自作金貨。もったいないけど、ちょっとだけ削って色の違いを見てみよう。よく見て比べると指輪の方はなんか白っぽいね。やっぱり品位が低いのかな。本来なら18金と比べるべきなんだけど、いつもすぐ売っちゃうからないんだよね。外観を見比べてもかなり違うね。ということで比重を測ってみよう。もし金なら、たとえ品位が低くとも、それなりの結果が出るはずだ。比重の計測には向かない。穴がたくさん開いている構造の部分は切り離して計測する。過去に比重計を自作しているけど、組み立てるのめんどくさいので、ピンセットで保持して簡易的に測ります。ピンセットの先端が一緒に水中に沈むので、誤差の原因となったりしますが、こんな一見すると、適当なやり方でも、過去の経験から、特別比重の高い素材は、如実にその違いが出ます。つまり、金と銅を混同することはありませんので、私としてはこれで十分と言えます。ちなみに、こんな風に、切らずにそのまま水中に入れると、穴がたくさん開いた構造のためか、正しく測ることはできませんでした。では、比重計測を続けます。水中に沈めた時の値を計測します。結論を言うと、比重はだいたい12、13くらいでした。18金がだいたい 15.5 なので、ちょっと低いよね。確かに銀の 10.5 よりずっと高いので、比較的比重の高いものであることは想定されるんだけど、経験上いくら適当な計測で誤差が出ても、15が13になったりはしないんだよね。なので、比重から見ると18金じゃない可能性が高いです。ただし、試金石とテスターの検査から、金であること自体は高いので、おそらく18金より品位の低い金なのでしょう。以上から、1の検証結果は、金の可能性大だが、18金より低い品位の金である可能性大、です。では、気を取り直して、緑色の石について検証しよう。
この石も裏の汚れが凄まじいので歯ブラシと洗剤でよく洗います。綺麗になりました。早速顕微鏡で拡大検査を行います。思ったよりも傷が多いですね。緑色の宝石って結構あるんだけど、こういう表面の丸いカット、ガボションカットとかにするのはジェダイト、翡翠、やネフライトとかが有名です。翡翠は結構高度が高いので基本的には傷がつきづらいんですが、これは結構傷多め、傷が多い。これが拡大検査で得られた特徴の一つです。あと内包物の存在が透明感がないので全然わかりませんが、顕微鏡を使わずに、こうして明かりを通してみると、独特な点のような内包物がうっすら見えます。宝石の鑑別には、本来その科学的な特徴を判別するための機材が必要です。例えば変光器や屈折計など、ですが、ジャンク鉱山ラボにはそのような高価な機材はないので、過去の経験とできる範囲での計測を行って考察していきます。では比重を見てみよう。水中 0.34、0.35、0.39。空気中では 1.1g でした。計算すると比重は 2.82 から 3.23 くらいです。多少幅はありますが、この値に近く、なおかつ外観の特徴と合致するのはネフライトの 2.95 です。ジェダイトの 3.34 とも近いですが、色や外観の特徴に相違があるので多分違います。ということで、この緑色の宝石はネフライトの可能性が大です。検証結果まとめ。1、指輪の素材。多分金だが18金ではない。2、宝石付き指輪の見た目と実際の価値のギャップとは、石の査定が安いから発生。3、緑の石はネフライト以上となります。最後は、スクラップの査定結果発表です。一体いくらになるのか。指輪は石を取り外すと 2.89g でした。果たして、このスクラップの買取査定額はいくらなんでしょうか。ああ、やっぱりだ、10金になっちゃったね。あと緑の宝石は。今後も、こんな感じの動画を作っていく予定なので、もしこの動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。